今日は曲のリズムを強調する効果のある3種類のスタイルを解説していくよ。曲のリズムを強調するってどういうことって言われると説明が難しいんだけど、曲のノリが良くなるって感じかな。まあ実例を聞いてもらった方が分かりやすい。今日解説するスタイルはバウンシー、グルービー、リズミカルの3つだよ。バウンシーはバウンドの形容詞、跳ねるようなって意味だよ。グルービーは日本語でもそのまま使うよね。日本語のノリだと訳す人もいるよ。リズミカルも日本語でそのまま使うね。今日のテーマも要はリズミカルにするってこと。ちなみにメロディックスタイルの反対語のリズミックスタイルもあるんだけど、これはまたちょっと効果が違うんだ。今日解説するのはリズミカルの方だよ。それじゃ実例を聞いてみようか。バラードのリズムを強調してみるよ。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いていこう。周りのやつも巻き込むボキューミー、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いて行こう。周りのやつも巻き込む冒険、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いていこう。周りのやつも巻き込む僕、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いて行こう。周りのやつも巻き込む僕、全てのセンスにアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いて行こう。周りのやつも巻き込む冒険、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いて行こう。周りのやつも巻き込む冒険に、全ての戦争にアクセスする。リズムを強調するスタイル3種類。効果の違いを聞き比べられたかな。バウンシーは表拍のドラムを強調するよ。表拍は手拍子を叩くタイミングのこと。グルービーは主にベースを強調するよ。そしてバウンシーとは別のノリを曲に加える。一般的にバウンシーのノリは縦ノリ、グルービーのノリは横ノリと呼ばれているよ。リズミカルはリズム楽器全般を強調する。バスドラムやベースも強調されるし、ハイハットやシンバルのような金物系、伴奏のピアノとかにまで影響を与えるよ。リズミカルはノリを追加しないから注意。よく言えば曲調を変えないってことだけど、悪く出るとリズム楽器はうるさいのに全然乗れない最悪の曲が出来上がるね。さて、それじゃまた実例を聞いてみよう。いろいろな音楽のリズムを強調してみるよ。次の実例は前半と順序を変えるよ。リズミカル、バウンシー、グルービーの順。最初にノリのないリズミカルを聴いて、その後に縦ノリ横ノリを体感するって感じ。実験台にするスタイルはメディーバル、フリージャズ、ディスコの3つだよ。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いていこう。周りのやつも巻き込む僕、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかないと、肩を揺らして歩いていこう。周りのやつも巻き込む冒険、全ての戦争にアクセスする。こいつはリズムに乗ってかない
いつはリズムに乗ってかないと肩を揺らして歩いていこう周りのやつも巻き込む棒君すべての戦争にアクセスするこいつはリズムに乗ってかないと肩を揺らして歩いていこう周りのやつも巻き込む棒君すべての戦争にアクセスするこいつはリズムに乗ってかないと肩を揺らして歩いてよこう周りのやつも巻き込む棒君すべての戦争にアクセスするこいつはリズムに乗ってかないと肩を揺らして歩いていこう周りのやつも巻き込む棒君すべての戦争にアクセスするこいつはリズムに乗ってかないと肩を揺らして歩いていこう周りのやつも巻き込む棒君すべての戦争にアクセスする3種類のスタイルによるノリの変化、聴き比べて分かったかな。バウンシーとグルービーの差をドラムとベース、縦ノリ横ノリと説明したけど、実際はまあちょっと違うんだよね。これはもう聴き比べて感覚で理解してね。効果量も高いし特徴的だから、感覚ではつかみやすい概念だと思うよ。ノリの付与は曲の印象をかなり変える。下手に使うと変な曲になりかねない。でもハマった時は素晴らしい効果になる。うまく使いこなしていきたいスタイルだね。それじゃまたね。